はい、皆さんおはようございます。八郎です。今日はですね、桃を使ってみんな大好きパフェを作ります。パフェにはですね、基本的な作り方っていうのがあって、その基本を押さえつつ見て楽しい、食べて美味しいパフェを作るにはどうしたらいいか、その作り方をご紹介します。それじゃあ早速やってみましょう。じゃあ早速パフェ作っていきましょう。順番が決まってるんですよ。下から順番にシリアル、ヨーグルト、アイスクリーム、クリーム、この順番でパフェの基本が出来上がりです。その基本だけだとあんまり面白くないので、いろいろ入れて横から見た時の美しさ、これにこだわると美味しくて綺麗なパフェが出来上がると思います。今日パフェを作るのに持ってきたのがこちら、ワイングラス型のプラスチックの容器。ツイッターでアンケートを取りましてですね、どういう容器がいいですかっていう質問をしたんですよ。コップ型、ワイングラス型、ビールジョッキ型っていう項目で質問したんですけど、なんか知んないですけどね、皆さん4つ目の項目のとにかく食わせろっていうところに投票する方がいっぱいいらっしゃって、ちょっとおかしいと思うんですよね。仕事をするのに面接に行って、じゃああなたはどういう能力がありますかって言われた時に、例えば私はマネジメントが得意ですとか、物を作るのに向いていますっていうならまだわかるんですけども、とにかく俺を使ってくれ、仕事させてくれっておかしいじゃないですか。おかしいと思うんですよ。いちごの入ったシリアルを持ってきました。白い桃と黄色い桃2つ持ってきました。まずですね、ワイングラスの一番下にこちらのシリアルを入れていきます。ドーン、こんなもんですね。はい、まずシリアルです。横から見た時の地層の美しさを表現しつつ、美味しさをキープするにはどうしたらいいかなんですけども、組み合わせの味を想像しながら作っていくと見た目にもいいし味もいいパフェが出来上がります。例えばですね、シリアルの次にヨーグルト、なんとなく想像つくじゃないですか。うまいじゃないですか。そういうのを繰り返してパフェを作っていきます。ヨーグルト参ります。桃いっちゃいましょうか。黄色い方の桃おいで。外から見た時に桃がちゃんと見えるように周りに桃を置いていくんですよ。なんでこんな小さい容器に桃を入れてきてしまったんだろう。入れる時に大変だったなら出てくる時に大変なことに気づくべきでしたね。はい、いらっしゃい。はい、これでほら、シリアル、ヨーグルト、桃の順番に層ができてますね。これを繰り返していきます。シリアル、ヨーグルト、桃ときましたので、今度はですね、ホイップクリームいってみましょう。いらっしゃい。こちらです。ザーネワンダー。これはですね、ホイップクリームのスプレーです。実はですね、僕もこれ買うのも初めてだし、今まで使ったことがないんですよ。初噴射なんです。なので押した時にどれぐらいの量のクリームが出るのか僕は知らないんですよ。すごく珍妙な絵ですよね、これってね、きっとね。はい、使い方もわからないんだな。デザートやドリンクのトッピングにおすすめです。ワンプッシュでいつでもホイップしたての美味しさです。牛乳から作られた優しい口当たりのクリームです。なるほど。ご使用方法、ノズル部分をカチッと音が鳴るまで矢印の方向に倒します。出過ぎでしょ。本当はですね、パフェ作るのはスピード勝負なところあるんですよ。なぜかというとですね、この後ですね、アイスクリームが入るからなんです。はい、保冷剤をめちゃくちゃ突っ込んだ中にアイスクリームを持ってまいりました。桃その2をいきます。ザーネワンダーさんがちょっと出過ぎたんだろうな。あんまり美しくないな。まあしょうがない。はい、ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、クランベリーの4種類です。口に入れたら何ベリーか分かんなくなると思いますけど、とりあえず4つのベリーですね。4ベリー。はい、アイスクリームを入れていきます。ここにもう一度ザーネワンダーさんをいきましょう。はい、ひなあられ入れていきましょう。赤と緑と白の3色なのでバランスよく。残りのトッピングです。みんな大好きピコラとみんな大好きポッキーです。最後のペパーミントの葉を、はい、これでパフェの完成です。
パフェっていうとこのお店で食べるイメージしかないんですけれども、見栄えという点でもそうですけども、手作りのものって見るとちょっと感動しますね。じゃあ早速いただきます。これがあられとアイスクリーム。アイスクリームの味わいとあられの食感すごくいいです。海藻を作っていくときに味の組み合わせを考えて作るっていう風にお話しされてましたけども、もう本当にその通りマッチしてます。そして次にベリーですね。ブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、クランベリーだったかな。ベリー好きなんですよ。なんて贅沢なパフェでしょうかね。これは最初の方はあられとバニラで甘いサクサクのところが来て、次はベリーでこう甘酸っぱさが出てくるのはいいですね。順番にこう食材が重なっていくのでどんどん味が変わってくるんですよね。最初の頃の味わいと海藻を掘り進めていった後のまた違った味わいがパフェの楽しみの一つですね。メインの白桃、ヨーグルトと桃、普段こういう組み合わせってなかなか私食べないんですよね。新しい発見もできたなという。黄桃もまた白桃と違っていい味してますね。美味しい。最後にサクサクのシリアル。シリアル、ヨーグルト、桃、こんな贅沢な組み合わせ、このロケーションでいただけるとはまた思ってなかったですね。いろんな食材の組み合わせで出来上がっているんですけれども、食材自体はお手元に揃えることできると思います。ご自宅のねワイングラスとかにこう入れたりして作って楽しむのもいいですし、また作ったものをこういただくっていうのもですね楽しいパフェだなというふうに思います。